的に気にしたところの文化を壊すために一番最初にするのが歴史とかそういう神話の破壊。意図的に消されるんですよ。簡単に言ったら歴史が改ざんされかかってるわけですね。でそれに対してすごい最大限の抵抗で「いわく」で聞きましたってでいろいろ攻防戦が抜けてるんです。だからこの物語を基礎として実はこうなんですっていう種族間で口伝が絶対あるんですよ。ここをこう読み替えると私たちの歴史になるよとか。同じ名前を冠してはいらっしゃるんだけど、なんか同じことじゃないよなっていう。だから同一人物にしたらおかしいなって同一人物じゃないんですよ。正確にね。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。本日も土見門兼次通りよろしくお願いします。お願いいたします。今日のテーマは神話と歴史についてになります。まず神話というと古事記とか日本書紀っていうのをイメージしやすいかなと思うんですけど、古事記と日本書紀っていうのは何ですか？はい、そうですね。すごい答えづらいかもしれない。はい、まず日本書紀と古事記とありまして、正式な歴史書、日本の歴史書って言ったら日本書紀の方ですね。歴史書が日本書紀、公式的な。はい、そして日本書紀があって、でその続きの続日本書紀と書いて続日本書紀というこの2つがあります。でこれに対して慶紀とかね後期って言われるんですけど、帝の紀っていうことで、天皇陛下とか天皇家に対して日本の神話はこうですよって伝えたちょっと物語感じの方が古事記という話ですね。で後ろが紀と紀がつながるので紀記って言い方します。どっちも欠かせない日本の歴史を書いている内容だから、歴史と言いながら神話ですね。神代って秦代っていう時代から今までの時代ですが、ちょうど奈良時代かな書かれたのが、だからその時代までのこういう天皇家ってのはこうなって国がなってきましたよって書かれているわけです。でそれで大事だから紀記という言い方します。本当は日本の歴史の公式が日本書紀だから、日本書紀だけを歴史書にすればよかったんだけど、古事記っていうのはほら藤原不比人が書いちゃったんで、だから当時の権力者が書いたから無視できないんですよ。だからこれを大事な公式準公式かなに しないとやっぱりほら大変でしょ、権力者がへそ曲げちゃうと。だからそれで紀記って言い方して2つ並べて書かれたと。だから確か3年ぐらいかな、古事記が書かれてから日本書紀が3年後ぐらいに書かれてたはずなんで、なんでこんなことだったのかなっていうと、古事記が藤原不比人って藤原家を中心に書かれてるんですよ。古事記は、天皇家って言いながら、天皇家からいかに自分の藤原家につながったかの感がすごいんですよね。無理やり藤原家につながる神様の名前が出てきたり、日本書紀に出てない神様とかいっぱい出てくるわけですよ。そうなんですね。どっちが正しいとかいろいろ議論はありますけど、要はズレがあるわけですよ。で片や権力者が書いた、片や学者さんというかちゃんとしたものを残そうみたいな人たちがいたんで、その2つが並んじゃった感じ。どっちも大事は大事です。書いてないことあります。ただ古事記の方、もう一つは古事記って言い方で古事文って言い方するんですけど、古事文の方が先ほどの藤原家を中心にしてるんで、結構書き換えが多いんですよ。不人の彼にとって都合がいい歴史。どちらかというと、だからなんでここにこんな出てくんねんって突っ込みたくなるんだけど、そういうのがチラチラ見えちゃう。でそれで対してだからちょっとひどくないっていう意見もあるわけですよ。でそれで日本書紀見ると、必ず上に「いわくなんとかなんとか」って書いてます。いわく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 って聞いたって書いてます。古事記の方古事文はこうですああですって断言的に書いてるんです。あたかもこれが最初の本ですって言い方ね。書き方が違うんですね。書き方が違うんです。日本書紀はこういう書物から引用して書きましたって感じのニュアンスというか匂わせていて、だから「いわく」って書いてるんです。だから古事文は断言で、いや簡単に言ったら歴史が改ざんされかかってるわけですね。でそれに対してすごい最大限の抵抗で「いわく」で「聞きました」って書いてある。こういういきさつがあって2つ大事なんです。
こっちで書けなかった、日本書紀では藤原家の慣習が入ると書けなかったものがあるわけですね。それは個人に書かれてあったり、そういろいろあるんで、いろいろこう攻防戦が見て取れるんです。こう比べてみるとっていう面白い。両方読むといいと思います。今だとこう本屋さんとかでもいろんな古事記の漫画で出てたりとか、分かりやすいのも。そうですね、それだとその作者さんのね慣習やら分かりやすくしたゆえに消されてしまった文字とか出やすいんで、できたら対話文がいいです。漢文で書いてあって訳文がある形の本。めんどくさいって言ったらあれなんですけど、大変読みづらいっちゃ読みづらいんだけど、この作者さんはこう解釈したんだなが分かった方がいいと思います。だから例えば天照大神様の名前でも、ここではもう一言で天照大神様として記してますって最初書いてあったりするんですよ。でもよく見るとなんとかのなんとかのなんとかの天照大神ってこう長いこの頭にくっついてる文字があるんで、これ大事なんですよ。ので区切っていくと第何代目の天照大神か分かるんですよ。なんとかの天照大神と2代目ですね。もしなかったら初代。なんとかのなんとかのなんとかだったら1、2、3だから3代足す4代目ってわかるんで、だから同じ名前を冠してはいらっしゃるんだけど、なんか同じことじゃないよなっていう。だから同一人物にしたらおかしいなって、同一人物じゃないんですよ。正確にはね。違うんですね。違うんです。そういう読み方をすると面白いと思います。確かにいろんな書き方がしてある本見たことありますね。だからそれがその訳本だったりすると消えちゃってる、書ききれないんでね。消えちゃってるんだ。だから概訳は分かるんだったらその漫画とか、そういった簡単っていうのか略本によって把握はできるんだけど、より深く読もうとするとその消された、あるいは訳す時に邪魔になっちゃうから説明しにくい情報が抜けちゃうんで、それをぜひ読んでもらいたいなというのがあります。漢語だからそれを全部丸々読むとは言いませんけど、状況だったら0点と改0点とかああいうところの入れ方によっちゃ読み方変わっちゃうところあると思うんで、そういうこうも読めますこう読めますって書いてあるとすごいなおいいですよね。ですからまずはそういう書物が日本には残っていて、それを日本の神話を生い立ちというかいでたちが書かれてますから、まずはそれ参考にされてもいいのかなと思います。有名なね三騎士、天照大神様とか机の御事とか佐の御事が生まれる場面とか出てきますから、そういうのをぜひここに書いてあったんだとか浦島太郎ここに書いてあったんだとかね。浦島太郎。そう。浦島太郎がそこにも書かれてる。ちょっとニュアンスとか文字変わってますけど、原本ここなんだなとかね。ちなみにその日本神話っていうのは誰が何のために作ったんですかね。誰がいろんな人がいるんですか、それは。いろんな見方や解釈あるから、一番のその正当性を出すのには、自分の家が一番古いんですって言える証拠を集めるのが一番、当時も今も、格式とか権利とかあるじゃないですか。格式、どっちの方が上か下かって、結局これってお金とかじゃなくてその家の古さだったりするんですよ。うちの方が古いんだぜとか、うちは神様からつながってんだぜっていうのが確定できたら、その家は権威が高いんですよ。だから神話を書くのはこの神話が元になって、ここから私たちの家が出てますって書きたいんですよ。だからフヒトちゃんは古事記で自分でここから出ましたってとこ一生懸命書いた。なるほど。あなたたち天皇家と私たちは一族は同じで、天孫族で私たちはこうやってお仕えしてますよって感じの考え方。だから私たちもちゃんとね、こうやって祭りごとに担ってるんですっていう正当性を残したいわけですね。だから簡単に言うと神話っていうのは時の権力者が自分の威信とか格式づけのためにもともと大事にしてる。だから政変っていうのか政治が変わるとそれ潰されちゃうんですよ。だから焼かれたりするでしょ。で歴史が書き換わっていくわけ。
で自分たちで以前入ってなかった物語がポッと入ってるんですよ。はい。新しい神話が追加される。それはいかにここから正当性して古い政権を倒したのも正当性があってっていうかつなげていってみんなが納得する本をいっぱい作っていくわけ。そういうことです。じゃあ結構本当にこう書き換えられてる、書き換えられたり消されたりしてます。そうだからさっきのなんとかのなんとかを、大事にしてくださいって言ったのは、読みやすくって言いながら消しちゃってることになっちゃうんです、歴史を。だから大事にしてほしいなっていう、そういうことです。神話というのは、実際に実在するものなのか、それか、作られたものなのか。神話は結構実在した、あるいは聞き及んだ内容をもとに作られている物語が多いと思いますね。じゃあ、さっきおっしゃってたみたいにちょっとこう書き換えられたりしてたりとかっていうのが神話。いや、もともと先祖っていうか、今でいうと子供とか孫たちに伝えたい何かがあると思うんですよ。それがこういう話だよって言って分かりやすく物語を作って伝えて、おとぎ話みたいなもんですね。それをどんどん積み上げていって時間が経過したら誰が言ったか分かんなくなってくるじゃないですか。登場人物はもう分かんないし、そういうのが神話かなと。要は自分たちが何者かって知りたいんですよ。それを伝えている物語。だから根源的には自分がこういう存在であり、こういう一族であり、こういう地域でありっていうある程度その自分たちの国だったり民族だったり関わっているものが神話。それをちっちゃくしていくと童話とか日本昔話みたいなね、ああいう感じになっていくんです。だから昔々から始まったよね。そうですね。かつてこういうことあったよってお伝えしているわけじゃないですか。それは近いか遠いかの距離的な時間的な距離での遠すぎたら神話になってるって感じ。近かったら昨日の物語、日記。日記。簡単に言うとね、こんなあったよって。でこういうことになったから教訓ですね、戒めるとか、多分ご利益があったよとか話あるじゃないですか。そうなってくるわけです。得するか守るかの話になってくると思います。こういうことしたら得をしました、こういうことしたら禁忌っていうかね、やっちゃいけないことを破ったから罰が当たりましたみたいな話が多いでしょ。最後はだからどっかいいか悪いか、得したか損したか、痛い目あったかどうかって話が多いじゃないですか。そういう感じです。ありがとうございます。以前通りは同じものを見ても見え方が、いろんな解釈の仕方とかがあったりとかして、見え方が異なるっていうお話をされていたんですけど、通り的には日本神話は裏にメッセージとか隠されてるなっていうふうには思われますか？たっぷり隠してます。日本書紀とかは古事記もそうですけど、読み方によっちゃこれはこうだよね、でもここをもしこの人に特定した時にはこう見えるよねとかいっぱい仕掛けが入ってるんですよ。それが各種族ごとにあって、当時はフヒトちゃんが作ったでしょ。そうするとこれ書き換えできないわけですよ、権力者が作ったから。これが中心ですって言われたら、これを異議反論するとさ、下手したら処刑されちゃうわけですよ、昔はね。だからじゃあどうするかって、この物語を基礎として、実はこうなんですっていう種族間で口伝が絶対あるんですよ。ここをこう読み替えると私たちの歴史になるよとか、ここをこうすると実は相手のことになるよとか、そういうのあるんですよ。そういうのいっぱいあるんで、だから見え方が大事。見え方。ですからたくさんの人がいて、関係者とそうでない方、敵対している人がいる中で同じ話をしても、もう全然解釈が変わるんです。それは最初に一族だったら事前にこういう話をしてるから、僕が話した内容をということはここってこう聞けばいいよねって入ってるから、そう聞くんですよ。なるほど。でもない方は昔話で終わっちゃったって、その話知ってるから帰ろうかみたいな感じ、つまんなかったで帰るかもしれない。それぐらい差があります。以前あったんです。すごい喋ってて、もうこっちは涙流してて平伏してるんですよ。数人はありがとう、やっと口伝を公開していただきました、ありがとうございます。でこっちは何のこっちゃ分かんない。
これが同じ話を聞いてて起きている状態。じゃあ分かる人と全然分からない人が人によって分かれちゃうっていうことなんですね。それを一番端的に表現したのが山と川とかいう暗号。山とか川とか言ってよく時代劇で聞いたことありますね。山って言ったら暗号で川って返したら中入れたんです。合言葉みたいな感じですか？合言葉っていうか秘密を知ってたら山に対して川って返すな。あるいは山に対して山々とかね返されたら切られちゃうわけです。お前敵だなとか。でもこんな山と川とか川と山とかね言い方によってなんでこんなに簡単でね暗号が通じるのってまさにこういうこと。もう事前情報が違うからそういうことをするのが神道の口伝の伝え方。ちなみに神話というのは日本だけではなくいろんな国の神話があると思うんですけど、この神話が根付いてる国っていうのと根付いてない国っていうのに違いっていうのはあるんですかね？本来の意味で言うと、神話はどの地域にもあるはず。で唯一神話がない国の特徴は、ほぼ、過去奴隷とか植民地だった経験のある国。意図的に消されるんです。先ほど言った正当性を潰すためにね。だから神話の伝承や歴史の伝承を途切れさせられてしまう。その支配された側が支配しているね、植民地にしたところの文化を壊すために一番最初にするのが歴史とかそういう神話の破壊。だからそれを戻さないといけないんですよ。各地域も全部あるはず。だからそんなん知っても意味ないじゃないかじゃなくて、知らないと自分がその土地にいた民族とは言えなくなっちゃう。遊牧民って言ったら変ですけど、目がついてないどの国か分かんない人になっちゃうんです。だからこれ彼が言うことよく分かりますね。だからこういう一つの属性を作るのに絶対神話とか歴史が共有してないと同じ一族って難しいかなと思うんですよ。連携感がなくなっちゃう。本当に仲間意識がねバラバラみたいな、なんかバラバラ、もう本当に個人でいいんじゃないか、国じゃなくなっちゃう。そういう時代だったらそうかもしれないけど、個人でできる内容と組織でできる内容だとやっぱ組織の方が大きいですからね。ということはもう国の中に誰がどう住んでても違和感ないのかなって言ったらそうかもしれない。でもただ地域がどうであれても意識がつながっている感はやっぱり最後歴史とか神話が同じ、そこから出てきた自分たちがいるかなっていうのはやっぱり強いですよね。そうですね。自分が何者か分からなくなっちゃうんですよ。そうですね。多分もう今はたまたまここに住んでるだけでって話になっちゃったらやっぱり自信なくなってくるかなと。なんとなく生きてるみたいな感じになってっちゃいますね。よりどころなくなっちゃうんですよ。やっぱり日本人としてとか、そういう心の最後なんかないのかなと。でも自分だけの力信じるしかなくなっちゃうんですよ。こんだけやってきたから。でも他は私たちはこういう民族でときに自分は民族語れないから、なんか大きい存在とこう何か競合もできないわけ。組み込まれていくしかないのかなって不安も出てくるしね。これ言語も一緒。最後の母国語は何かね。母国語。母国語をちゃんとしとかないとそういうの起きます。二極化してるから私たちみたいな古い体質の人たちと個性でいいんじゃないっていう人たちは多分2ついると思うんで、あくまでも私の方はこっちの古い方かなと思います。難しいですよね、ここはね。考え方によると思うんです。そうですね。みんなそれぞれでいいって言っちゃみんなそれぞれでもいいですもんね。そういう時代になってきてるとも言えますしね。だけどバラバラすぎて何もなんか進んでない感じもするんで、であれば一つ大きい同じ共通意識を持った人たちで一緒に同じ方向を向くのに、歴史とか文化、言葉、こういうのをすごい大事にしたいなと。やっぱりこの3つ揃ってやっぱり多分日本人って言いやすい。でも真ん中が大事なんですよ本当に。ただ両方知った上で真ん中取ってほしい。個人も大事だし、こういう組織って民族も性も大事で、両方のこういう両立が一番いいのかなと思います。本日のテーマは神話と歴史についてでした。サムトレをご覧いただきありがとうございます。
ぜひチャンネル登録、グッドボタン、シェア、拡散、ベルマークよろしくお願いいたします。